日本一でかいご当地グルメ研究家がご当地グルメをご紹介。京都といえば日本の中でも最も歴史ある食文化が残る町の一つですが、湯豆腐、懐石料理ではない地元民が愛するグルメも存在します。今日は駆け足で京都出張で出会ったソウルフードやご当地グルメを5つご紹介いたします。まずは京都ラーメンのルーツの一つ、新福菜館へ。京都駅から5分、高橋にある名店。隣接する第一朝日本店とともに京都ラーメン文化を語る上で外すことができないお店です。京都ラーメンはルーツがいくつかあり、完全な定義はありません。それこそが京都ラーメン。新福菜館や第一朝日のあっさり、背脂醤油系のマスタニ、こってり系の天下一品や横綱など、幅が広い。なので京都ラーメンの特徴は多様性。創業は1938年、屋台から始まり、店舗としては1945年と古く、京都一の老舗。京都ラーメンの源流、ルーツなどとも言われています。鶏ガラと豚骨を出汁として濃いめの醤油で調理したラーメンで、色はかなり黒い。見た目はこってり、食べるとあっさりという京都ラーメンの一つの流れを作った新福菜館。そして新福菜館はチャーハンもうまい。いや、京都流に焼き飯がうまい。ラーメンと同様に黒っぽいこの焼き飯は醤油スープで仕上げた香ばしさに九条ネギとチャーシュー、卵が絶妙にマッチ。押さえておきたい一品でした。続いては昭和23年創業の京都市内を中心に20店舗以上を運営する庶民派ベーカリー、静屋さんへ。駅中にも店を展開しており、京都人なら誰もが知っているお店。その静屋の名物は冷蔵販売棚に並ぶ京カルネ。1日に5000個から6000個販売する大人気商品。カルネは初代社長がドイツミュンヘン駅構内で出会ったカイザーロールをモチーフにしたサンドイッチ。丸いフランスパン生地にボンレスハムとオニオンスライスをサンドしたシンプルな一品。オリジナルのマーガリンが全体の味わいをなじませます。カルネの消費期限は製造当日の1日のみ。当然ながら通販もしていない。定番のカルネの他にもチーズカルネ、ペッパーカルネ、サーモンカルネなどのバリエーションも豊富。京都はパンの購入金額も全国トップクラス。地元が愛するソウルフードをぜひ体験してもらいたいものです。続いては京都の丼にチャレンジ。尾張屋さんの衣笠丼。京都には肉を一切使わない衣笠丼があります。だしの染み込んだ油揚げと九条ネギを卵とじにしたもの。名前の由来は金閣寺の近くにある衣笠山。この丼の見た目が衣笠山の雪景色に似ていたことから名前がついたとの説があります。だしがじゅわじゅわと溢れ出る油揚げと卵、甘くて風味が豊かな九条ネギとのコントラストもめちゃくちゃいい。ちなみに衣笠丼単体で以前動画でもアップしているので、気になる方はぜひご覧になってください。続いては洋食の夢のコラボ、ピネライス。ピネライスが食べられるお店キッチンゴンは昭和45年創業の歴史ある洋食店。ピネライスとは夢の洋食3種盛り合わせ。基本形はチャーハン、とんかつ、カレーソースの盛り合わせ。
名前の由来はフランス語の俗称で、ピネとは薄いカツという意味。定番のチャーハンの具は玉ねぎ、ハム、卵のみのシンプルなもの。塩コショウベースのシンプルな味わいに、玉ねぎの甘みとハムの塩気、卵の優しさが一体となっています。さらにカレーソースは牛肉から取ったスープにスパイス約10種類を合わせて作られる本格派。ちなみにピネライスはアレンジも可能。店舗にもよりますが、定番以外にチャーハンをガーリックチャーハンにしたり、カレーをハヤシライス、とんかつをビーフカツにするなどのアレンジも豊富。今回の映像は京都駅内にあったお店を撮影しましたけれども、現在は閉店。西陣店のほか京都市内にいくつかありますので、京都市民のソウルフードピネライスにぜひチャレンジしてみてください。続いては京都市民の愛するカレーうどんを食べに行きます。京都の人はカレーうどんも大好き。おのおの自分のお気に入りのカレーうどんのお店を持っていると言われます。関東でカレーうどんを食べようとするとお蕎麦屋さんが主流ですけれども、京都ではうどん屋さんで食べるのがスタンダード。今回訪れたおかるはカレーうどんが人気のお店。1925年大正14年創業と歴史のあるお店。今回はメニューに書いてある名物チーズ肉カレーうどんにチャレンジ。具沢山のミックスバージョンで。カレーうどんに使用しているだしは北海道の天然昆布と最高級のサバ、ウルメ、カツオの合わせだし。スパイシーなカレーとだしがバランスよく合わさる京都ならではのカレーうどん。チーズのまろやかさも相まって優しい味わいです。こってりしすぎない味で女性人気も高い。京うどんはツヤツヤでやわやわなのが特徴。油断していると箸で持ち上げた時に切れてしまうほどです。チーズを入れたのでかなりまろやかに感じたので、次回はチーズなしにもチャレンジしたいと思います。京都市民の愛するカレーうどん、ごちそうさまでした。さあ、初日に新福祭館に寄りましたので、最後は本家第一朝日高橋本店へ。行列に並んでいると新福祭館の方が行列が少なかったり、開店が早いように見えたりするんですが、それは座席の問題というのもあるかもしれません。新福祭館はフロア自体の広さに加え2階席もありますが、第一朝日はワンフロアだけだから、いつも待ち時間が生じます。実はもともと新福祭館の屋台の大家さんであり、屋台の手伝いもしていた方が手がけたラーメン屋で、製麺所や醤油蔵も同じという非常に似ているラーメンなんですが、実はこれが全く違うんです。第一朝日本店の特製ラーメン、創業は1947年。朝日食堂という洋食屋から1956年に第一朝日に変更。一見塩辛い醤油ラーメンにも見えますが、実は若干の豚骨臭はするものの、非常に切れ味の良いあっさりとした味わい。豚骨とはいえ完全にチンタオスープ。そのギャップに最初は驚きました。新福祭館は豚骨と鶏ガラのいいとこ取りをしていますが、第一朝日は豚骨オンリー。澄んだすっきりとした味わいを見事に引き出しています。麺は中太ストレート麺。チャーシュー麺でなくとも薄切りのチャーシューがたっぷり入っています。無料の薬味からしにんにくも相性がいいので、ぜひ試してみてください。この豚骨とこのからしが見事に合うんです。第一朝日高橋本店は早朝の5時から夜中の2時まで営業。すっきりとした味わいなので、飲んだ後の締めだけではなくて朝ごはんにもいいかもしれません。ということで、今回の出張で出会った5つのご当地グルメ、京都に来なければ味わえないものが多すぎました。
今回は1000円札で楽しめるグルメをご案内いたしましたが、京都には1万円札1枚では味わいきれないグルメもたくさんありますし、市民の台所錦市場のように食べ歩きグルメも満載。ぜひ今回の動画を旅の参考にしてみて、自分好みの京都グルメを楽しんでください。以上、今回のご当地グルメチャンネルでした。またお会いしましょう。